。よいしょ。よいしょ。えい。えい、ババンババンバンバアニバビバビバババンババンバンバアニバババンババンババンバンバアニバビバビバババンババンバはぁ、今のも全員いるな。映ってないな。ごめんよ。藤子さんでございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様、積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこにチュールを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのがあれチャトラのマサルくん。で、画面に収まっておりませんが、三毛猫のたまちゃん、グレーのぐーちゃん、白茶のゆりさん、白黒のくーたくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらはいよ。いいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバあげてみようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをおすすめしております。はい、誰もいなくなっちゃったな。ね、集める力は強いんだけどもな。なくなるとあっという間に解散してしまうので、もう猫の姿は楽しめないよ。はい、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ピヨンさん、冷ややっこ好きですわね。冷ややっこうまいんだよな。はい、というわけで、一日一個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で、乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい、では、いきますよ。せーの。ジャスティース。ゆりたがいた。たけしジャスティース。ゆりたんが来た。はい。はい、大丈夫でした。隙間を取りたかっただけみたいだな。はい、ジャスティス。今日は、ぬるい、左右。
今日は久々に、くしゃみです。左右にしてみたよ。今日はね、外出してたので、今日はね、急遽バスツアーに参加してきました。今日は急遽バスツアーに参加してきましたので、だから昨日本当はライブやろうかなと思ってたんだけど、今日のバスツアーの集合がね、知らないところだしさ、朝ちょっと早いからね、ちょっと緊張するんでさ、早めに行きたいっていうのもあって、で、早めに寝るんで、昨日のライブはお休みしましたっていうのでね、今日はバスツアーに行ってきましたっていうのでね、で、外食したので、ちょっと塩分は控えとこうかなみたいな感じで、今日は塩の入っていない普通の白湯にしてみました。とさ。はい。で、今日バスツアーで食べたランチのね、に、冷ややっこがついてたんだけど、それがね、なんかめちゃめちゃうまかったんだよね。で、冷ややっこうめえなーなんて思ってたら、なんか他の人もやっぱりそう思ってたみたいで、なんか出されたものの中で一番冷ややっこがなんかみんな美味しかったみたいで、なんか豆腐だけおかわりしたいとか言ってて、なんだ、私だけじゃなかったんだ。豆腐うまかったんだな、って思ってね。なので、今日はちょっとそんな出来事が印象的だったので、質問が思いつかなかったのでね、冷ややっこが好きですかっていう質問にしてみたけど、そうよね。みんな好きよね。そんな質問な、みたいなね。はい。カニタンさん、ジャスティス、こんばんは。豆腐好きのカニタンです。そうなのよね。豆腐な、うまいよな。豆腐万能だしさ、ね、万能だし、うまいよなっていう感じよね。はい。で、と、あとはなんだ。あとは何があるかな。休んでた間ね。休んでた間、そうだ。例えば、麻酔して寝るからと思って、寝れないから、また映画を見てたんだけど、それでね、何見たんだっけ。あれ、なんだっけ。すずめの戸締まり。すずめの戸締まり見たの。そう、なんかね、ポイントが知らんけどついてて、そのポイントを使って見れたんだよね。有料のやつだったんだけど。だから、いいじゃん。使えば、みたいな。せっかくポイントついてんだから、それ使ってみればいいじゃんと思ってね。あれよ。すずめの戸締まりをね、ようやく見たよっていう感じだよ。えーっぴょんさん、バスツアーいいね。どこにでも連れてってくれるかいいね。そうそうそう。バスツアーさ、もうさ、申し込んじゃえば、あとはもうね、集合場所行って乗るだけだから。乗るだけなんでね、特別計画がいらないんでね、楽よねっていうのでさ。で、前に、なんかね、参加したいツアーないかなと思って探してて、でそのクラブツーリズムのなんとかパスっていうやつ、全ツアーに使えるもんだと思って申し込んだのにさ、いざね、申し込んでみたら全ツアーに使えるわけじゃなくてさ、ほとんどのツアーに使えないわけよね。で、金額も自分が使いたい分全部ね、好きなようにさ、使えるんだったらいいんだけどさ、違くて、使えても1000ポイントしか使えなかったりとかするんで、もう本当利用するところがなくてさ、ただそうこうしてる間にどん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 ツアーの値段上がっていくじゃんか、料金が上がっていくから、だから申し込むなら申し込むでさ、早めに申し込みたいしさ、みたいなところもあって、なんか時々覗いちゃやっぱねえな、みたいな感じだったんだけど、それで見てる中でさ、内容的にはこれがいいかなって思うんだけど、そのパスが使えないしねっていうのでね。で、それでいくとなんか値段と見える感じがしないから、みたいなのでさ、保留にしてたわけよね。で、保留にしてたんだけど、それが昨日だったっけな、一昨日だったかな。
見てるときにさ、それがその直前割みたいな感じで、そのパスがね、使える便があったわけよ。で、それが普段ね、だいたい新宿か東京かって感じだから集合場所がさ、どっちかっていう感じなんだけど、なんか違うとこだったんだけどね。まあ近いっちゃ近いんだけど、ただ行ったことないところなんでね、どうかなっていうのがあって、ちょっと緊張するわみたいな感じがあってね。で、それに今日は、行けたので、パスが少し消費できたのでちょっと満足みたいな。で、ほら、直前だから天気見た上でね、あ、天気晴れだなっていうの分かった上で申し込めるんでさ、よかったなと思って。で、他の人たちは多分もっと前からさ、申し込んでんだよ。だから天気がどうなるか分かんないっていうのがあって、で、晴れてよかったなって皆さん言ってたんだよね。まあ、そりゃそうだよねと思って、昨日の夜すっげえ降ってたもんな。そのね、天気から一転っていうのかな、すごい晴れて、ね、雨上がりでちょうどいい感じでさ、初夏の花々を見に行くツアーにね、今日は行ってきたんでございますよ。カニタンさん、豆腐のない、味噌汁を飲むしかない日は、暴れたくなったりする。そうなのね。もう最近は慣れたけどな、いろんな味噌汁な。ピヨンさん、豆腐は無限に食べれる。カイタンさん、そうそう、ね。豆腐な、やばいよな。ピヨンさん、そそみそらそみみれみれ。はい。で、今日行ったのはどこだっけ。最初に、そう、なんかね、結構トラブルあったんだよ、ちょいちょい。ちょいちょいなんかトラブルあったなって感じだったんだよね。まあ時間的にはちゃんと順調だったんだけど、なんかちょいちょいあった割には順調だったなっていうのは不思議なんだけどさ、その最初行ったところが、かなだっけな、なんか花とナッパっていう漢字書いて、で、ガーデンっていうところで、いや、あれどこだったんだろう。後でね、動画編集するときに見直すんで、後でわかると思うけど、今のところどこ行ったのかよくわかんない。よくわかんないのよね。まあ、どうせ動画編集するときに調べるからいいかみたいな感じなんだけどさ。で、それで、行って、で、そこが、なんか、あんまり新しいところなのか、何なのかわかんないんだけどさ、そのバスツアーだと最初にチケットを渡してくれて、で、お客さんにそれ配って、で、結局何枚だったよっていうので、お会計するみたいな、そういう流れらしいんだよね。とにかくほら、バスツアーって時間がタイトだからさ、お客さんの時間を有意義にね、使うっていうのが最優先なんで、できる限りね、その後でいい作業はね、後回しにするみたいな、なんかそういう流れっぽいんだよね。で、事前にそうは言ってあったにもかかわらず、融通が利かないみたいで、なんか集まってから人数が分かってからなんかチケット渡すみたいな、なんかそういうことになってたらしくって、だからなんかそれだと時間かかっちゃうからみたいな。添乗員さんぶち切れてんだ。融通聞かないので、なんでそうなの普通はさ、とか言ってチケット先に渡して、それからお会計でしょだからね、人数わかんないから、人数書けないから、書いてないのとか言って、何人なんですかとか聞かれてたのかなだから、みたいな、なんかそんなやりとりをしてたわけよね。で、なんか最初ちょっとね、入場するのに少し時間かかって、なんか手際が悪かったみたいでさ、まあ、とりあえず入れたからよかったけど、と思うんだけど、広大なんだよね。だから、なんか私が地図で行くと、なんか1時間
程度ぐらいしか時間配分ないのにさ、最初にそこでちょっとやられてんじゃん。そこでちょっとやられて。んで、ね、こりゃちょっと一周は無理だなと思って、初めから諦めてね、まあ、適当に回ってね、適当なところで繰り返していくしかないな、みたいな感じで。で、回ったのよね。でね、その後に、お昼か。で、今日はお昼ね、まあ、美味しいからよかったんだけどさ、普通に純和風の食べ物だったんでね、食べられないものがなかったんでよかったんだけど、だからまあ、クラブツーリズムなんでさ、あ、そうだ、クラブツーリズムだったと思ってな、お昼の会話が狭いところにぎゅうぎゅうに、詰め込むシステムだったと思って。それで、だからね、まあでも美味しかったからいいさ。だから量がね、ちょっと少なかった。足りねえ。なんかね、バスツアーの日って結構、ね、たっぷりでさ、なんかお腹いっぱいになっちゃうことがほとんどなのにさ、なんか、足りねえ。なんか足りねえ、みたいな感じだったんだよね。そりゃ豆腐おかわりしたくなるわ、みたいなさ、そんな感じだったんで。んでね、次が、熱海ね、熱海行ったんだよ。熱海ってね、なんとかっていう花とブーゲンビリアのなんかフェアかなんかをやってて、あ、そんなのあったのか全然知らなかったよって感じなんだけど、まあそれで海見れてさ、で、まあ海の方に行きたい気分ではあったんだけど、ブーゲンビリアが逆の方向だったんだよね。で、まあ添乗員さんが案内してくれてからさ、じゃあまあ、みたいな感じでそっち行ってね。で、海には結局行ってる時間はなく。で、その時お腹が空いてるんでさ、何かしら食べ物屋さんあるかしらと思ったんだけど、熱海だからさ、なんかなくて、あれ、なんか食べ物屋さんないな、みたいなね。でもさ、ちゃっかりさ、その他の、参加者のおばちゃんたちはさ、抹茶アイスかなんか食いながら歩ってるわけよ。あれ、それどこでそれどこで入手してきたのみたいな感じでさ。どこに本当わかんないんだけどっていうのでさ。まあ、おばちゃんの嗅覚はすごいよね。しっかりいつの間にかアイス食ってくからさ。すげえな、さすがだな、なんて思いながらね。えーっと、ピョンさん。融通聞かしなさいよね。そうそうそう。タムコさん、こんばんは、ボンソワ、本日もしぶとくやっておりますよ。で、そうそう、駐車場入るときにさ、熱海の駐車場だったな、確かな。駐車場入るときに、ほら、バス止められるところってさ、バスが止められるところにしか止められないじゃんか。なのに、そこに、キャンピングカーかなんかが止まっちゃってて、バスが入れなかったんだよね。うちらが止められなくて、なんか、えみたいな感じになって。ただ、前の席に座ってた人たちの会話だと、結構バスツアーでね、いろんなことがあった話をしてて、なんかバスがやっぱり駐車がなんかまっすぐ止めることができなくて、なんかそれで時間取られて、で、次の、工程に行けなくて、で、その次の工程、よくほら、バスツアーってさ、お買い物させるじゃんか、いろんなお土産屋さんとか寄ってさ。で、そのお土産屋さんでお金を落とすんで、なんか割引になるみたいな、なんかそんな感じでいろいろ工夫してやってんじゃんか。で、それの次のお土産屋さんに行けなかったもんだから、なんかトラブルがあって、なんちゃらかんちゃらとかってお話ししてたりとか、結構いろいろあるんだねと思ってさ。だから今まで私はほら平日しか利用しないっていうのもあるとは思うんだけどさ、そのおかげでね、ほぼ今までトラブルっていうものにはさ、出くわしたことがなかったんだけど、強いて言うなら今日のそのさ、
ね、入場券がなんちゃらとさ、あと、なんだ、バス、止められないの出れないのみたいな感じだったんだけど、結局そのまんまね、中の、えー人は降りて、で、その後バスどうすんだろうななんて思ってたんだけど、まあちゃんと止まってたよね。ちゃんと止まってたんだけど、そのキャンピングカーも、止まったまんまだったんだよ。あれとか思って。なんか謎だったんだよね。このキャンピングカーの人たちはいるわけよ。で、バスがなんか止められないみたいだな、みたいな感じで、見てるわけよね。で、その駐車場の人たちも出てきて、バスをさ、オーライオーライとかってやってくれてるわけよ。どういうことと思ってさ。で、ね、なんかその、キャンピングカーの人たちに、その駐車場の人たち、なんか話してんだよね。で、最初の感じだと、ここに止められるとあれだからそっちに止めてくれみたいなことを言ってるっぽい感じに見えたんだけどさ、なんかその後笑顔で談笑してるから、なんだなんだよくわかんねえな。まあいいかと思ってね、時間もないしね、と思ってさ、こっちやけど。で、回ってきてね、まあとりあえずそんなもんかなっていう感じでさ。で、帰りもほら平日だからね、なんだ、渋滞に巻き込まれるみたいなこともなく、だから朝はまあね、ちょっと、早いかなっていう感じだったけど、帰りもさっさと帰ってきたってね。だからまあ今日はライブやろうかな。帰り早かったからね、ライブやるかな、みたいな感じで、今日はライブやっておりますけれども、ね、で、そう。で、今日の添乗員さんは、そう、今日なんかね、人数がすごい多かったらしいんだよね。でね、2台だったわけよ。バス2台で、おい、2台か初だなと思って、ね、平日にもかかわらず2台かと思って。で、最初来た添乗員さんが、みなとみらい行った時のさ、添乗員さんで、あ、またこの人かと思って、喋りが止まらない人だと思ってさ、そしたらなんか今日2台ですとか言って、でとりあえずその人が1号車か2号車かっていうのを聞いて、で、自分の1号車の人は、そのなんか説明もしてみたいな感じだったんだよね。で、まあ、どうせだったら知らない人の方がいいから、なんか他の2号車の方がいいかななんて思ってたんだよね。で、2号車の方が女性だったんだよね。で、あ、女性だななんて思って、で、まんまとっていうのかな。ちゃんと、希望通りね、2号車だったんだよね。いや、よかったよと思ってさ。で、その2号車に乗って、でね、2台だし、ね、なんか申し込みの人多いとかっていう話だったんでさ、あ、こりゃ相席で通路側かもしんないな、窓際じゃないかもしんないな、だって直前に申し込んでっからね。直前なんで、まあ窓際ではないだろうなっていうのを覚悟してさ、で、参加したんだけど、いや、後ろの方のね、2席のところ、1人で使えて、お、ラッキー。めちゃくちゃラッキーみたいな感じでね、まあ快適に過ごしたわよねっていう感じで、今日はね、まあそれなりに満足度の高いツアーに参加できて、よかったよっていう感じでございますよ。あとは、あと何の話しますか？もう話のネタがないと。じゃあ、タロットカードタイムか。あとは、えーっなんだっけ。すずめの戸締まりか。すずめの戸締まりのネタバレを話すしかないぞって感じだけどな。まあ、すずめの戸締まりは、どうせみんな見てるんだろうからな。私だけが見てなかっただけだろうからな。特にネタバレしてもいいんだろうけどよ。いいんだろうけどよっていう感じ。あと、いつから休んでたんだっけ？高松行った時はもう休んでたんだから、1週間ぶりぐらいってことになるのか、このライブな。
初めてジェットスター乗ったよとかっていう、話もしてなかったんだっけね。かわいいな、たまちゃん、かわいいな。今、お耳の後ろをさ、後ろ足でカイ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 ってやってんだけどな、たまちゃんね。いつもカイカイカイってするときね、全身後ろにひっくり返っちゃうんだよね。もう一生懸命すぎる姿が可愛くってな。たまんねえな、たまちゃんな。で、何の話、そう。で、今日、明日が、なんか JAL セールをさ、やってるみたいでさ、でね、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。なんか JAL セールが今日明日であるっぽくって、で、飛行機ね、なんか JAL はもしかしたら乗ったことないかもみたいのでさ。で、まあ次乗るんだったら JAL に乗ってみようかしら、みたいな感じで。で、さっきそっか JAL セールでな、どこ行こうかな、みたいな感じで、ちょっと検索っていうのかな、予約みたいなのをさ、してみたんだけど、なんか安く感じないわけよね。往復じゃなくって、片道で8000円とかなんだよね。往復で検索できないのか、これと思って。なんか JAL のあのシステム自体もすげえ使いづらくてさ、今まで飛行機の予約してたところに比べるとさ、他のところは往復で検索して、で、日付検索して、でね、それでポチポチと選べばさ、トータルの値段が出てくるみたいな感じで、まあそうよねっていう感じだったのにさ、JAL はなんか往復で検索できなくってさ、でね、なんか片道ずつ予約しなきゃいけないみたいな感じになってて、そうするとね、全然安くないわけ。なんかどこがセールなんですか？何がお得なのか全然わかんねえと思って。なんかこれだったら他の飛行機予約した方がなんか安いじゃんみたいな感じで。なんか謎と思って、なんだ、キャンセル。キャンセルみたいな感じになったよ。カイタさん、JAL で8000円は安い方ね。なんかそうみたいだよね。なんかこの JAL セールで動画出してる人ね、なんか安いみたいな感じでさ、紹介してんのかしらと思ってさ、調べてみたわけよね。そしたら、やっぱりね、JAL は、セールでも、あんまり他の空港のね、なんかセールとかに比べると安くないから、JAL に縛られる必要はないんじゃないかっていうね。ストップって言ったのかな、話だったんで、やっぱそうかと思ってさ、じゃあもう JAL に乗るっていう体験は却下だな。却下だなっていうね、結論に達したんだけどな。ね、8000円で安い方なんだもんね。まあ、それだけ他の、なんだ、空港に比べたら、なんだろう、サービス面で、おそらくね、いいっていうことにはなるんだろうけどさ、今まだそこまでじゃないっていうのを、ほら、一通り経験して、で、どうしたいかっていうののさ、なんだ、お試し期間中なので、初めからサービスがいいのがいいな、みたいなので選んでる立場ではないのでね、今ね。ピヨンさん、私のハートはストップモーション。カニタンさん、歌にしれっとストップ入ってる。そうそうそう。気づかなかった。気づかなかったんで、シャッフルしまくってましたが、まあ、それもご縁ちゅうわけでな。ストップの掛け声をいただいていましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たち
に必要なメッセージいただこうと思います。で、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。お、また青いカードだね。なんか、何度か出てきたか。最近ね、ライブやってなかったから、タロットカードタイムもやってなかったから、どれが出ても久々な感じだな。はい。勢いのある、カード。充電中だった。そう。モバイルバッテリーをさ、買ったわけよ。ね、今まで使ってたやつがさ、ちょっと充電が弱くなったっていうのかな。なんか2回分、充電できる感じだなって思ってたのが、最近なんか1.5ぐらいな感じになってきたんで、ちょっとそろそろね、まあ、なんだかんだ結構使ってっからね、そろそろあれかと思ってさ、で、新しいのをさ、買ったわけよね。で、そっちの方のがなんかちょっと大きくって、ちょっと重いわけよ。で、どうしようかなと思ったんだよね。一応予備にと思って買ったけど、まあこっちの方のが充電できるんであれば、外出した時にね、その方がいいだろうからと思って今日さ、新しく買ったやつさ、持ってったわけよね。言ったらなんかね、全然ダメ。全然ダメっていうかさ、なんか今まで使ってたのと一緒っていうのかな。なんかね、2回分充電できるってやっぱり書いてあって、いいことしか書いてないからさ、なんか急速充電できるみたいな、なんかスピードも速いみたいなこと書かれてるんで、じゃあまあそっちの方がいいかと思ってさ、持ってたのにさ、なんか今まで通りっていうのかな。なんか1.5回分ぐらいしか充電できないっていうか、今までのやつのがもうちょっと充電できるよっていう感じ。なんかさっさともう充電切れちゃって、なんかって感じなんですさ。で、充電してたわけ、今。なのでね、繋がってたんですよ。萩谷さん。もしシートに画面がついているタイプだったら、映画とか見れるから、お得。なるほどね。映画がタダで見れるからお得だよってことか。確かになんか画面とかって書いてあったね。なんだろう、この画面って。そうかと思って。そういえば、ジェットスターとかさ、エアドゥとかにはね、その画面、座席の前に画面ついてなかったから、それのことかと思って、その辺がそっか、JAL になるとな、高いだけあって、サービスいいよってそういうことなのかなって、なんとなくそこでね、理解したんだけど、映画が見れるぐらいの時間を乗らないとって感じかな。そう、外の景色が見れないんだったらね、そうだね、映画とか見れた方がいいのかもしれないね。海外旅行とかでさ、そうね、飛んでる時間が長いんだと、まあそういうサービスはね、あった方がいいのかもしれないと思うんだけどさ、あんまり長い時間だとね、国内だとさ、1時間ちょいまあね、遅延したら2時間とかだけどさ、そうでないと1時間半ぐらいだからさ、なんかね、見れないよねと思ったんだけど、なるほどね。往復で1本見れる感じか、そうね。なんか自分の見たいのがね、あればいいけどっていう感じかな。これなんだっけソードのナイトかな。うーんと、つながらない。ソードの、ないと、えーっ逆位置だな、今日はな。なんだ、これは、ソードナイトについて、うーん文化。勇敢な騎士が荒野を進んでいます。馬の歩みも他のナイトより速く、騎士らしいカード。まだ実力のなかったページは
意志は強いものの敵を避けて慎重に進んでいましたが、敵を蹴散らす強さを身につけた今、大胆に勇敢に進むことができているようです。ウェイトはここで書かれている騎士について、ガラハットであろうと説明しています。ガラハットはアーサー王伝説で、非常に勇敢で高貴で優れた騎士として書かれ、最終的に物語の中心である聖杯を手にします。つまり、ソードのナイトはいかなる困難であっても正々堂々と勇敢に乗り越える実力と勇気を持っており、目的を遂行することができるのです。ソードのナイトは勇敢さと実力、どちらも保証してくれるカードです。キーワード、勇敢、なんとか読めない。一般的な意味、逆位置。正位置でのメッセージが過剰や不足として働きます。不足の場合は前に進む自信のなさが示されています。過剰の場合はやり口が強引で周囲に敵を使ってしまうことに対する警告です。また、向こう水に進んだ結果、ダメージを負う可能性が示唆されている場合もある。救いとしてこのカードがもたらされる場合には、クールダウンできることを示唆している場合もあります。そうそう、初めて知ったのがさ、カームダウンカームダウンブースっていうのかな、スペースっていうのかながあるんだな。カームダウンってなんだと思ったんだけどさ、なんか興奮したのをね、冷静にするみたいな、そんなスペースがあるらしくて、別にベンチで良くないって思うんだけど、なんかね、カームダウンブースかなんかがあったよな。逆位置を不足して読む場合、自分に自信が持てないことが問題の本質である。実際の、実力が不足しているというより、自分にはできるという自信がないことが課題であるようです。はい、そうです。理由や根拠を求めすぎず、まずは自分を信じることが大切である。はい。逆位置を過剰として読む場合、無謀な取り組みにチャレンジしようとしている。はい。チャレンジするなということではなく、今すぐチャレンジするよりも一度冷静になって、取り組み内容を見直して、本当にチャレンジする必要があるのか、チャレンジするとしてもこの方法でいいのか、見直すように告げられています。なんか JAL の一見を言われているようだな。前向きなアドバイスとして読む場合、今はチャレンジするよりも少し様子を見たり、冷静に状況を判断する方がいい。人はチャレンジすること以上に何かを手放すことや、やらないことを決めることの方が、かえって勇気を求められる場合があります。確かに。何も考えずに突き進むのではなく、焦らず立ち止まって考えることが、求められています。はい。状況の意味、逆位置、不足として読む場合、競合に打ち勝つことができず、利益を逃す、困難に立ち向かっていく実力が不足している。チャレンジしていく気持ちになれず逃げ腰になっている。過剰として読む場合、社内外への過剰な対抗意識が問題を大きくしてしまう。あれこれチャレンジしすぎることが利益を損なう。困難を意識しすぎることでかえって自分で問題を大きくしている。アドバイスとして読む。競合と対抗するより、競合しないで済む方法を検討する。チャレンジする前に必要なスキルなどを、確認する必要がある。困難に立ち向かうことだけでなく回避する。やり過ごす方法も検討する。はい。なんかいっぱい書かれてるな。長いな。はい。というわけで思い出したのが
が、今日その熱海行った時に、なんだっけ、おみや、なんとか、おみやのなんとか、何全然わかんない。っていうの、銅像があって、で、それが、金色夜叉金色夜叉っていうのもさ、なんていう、なんだ、物語なのか全然知らなかったんだけど、それの銅像があって、で、それが、男性が女性を蹴飛ばしてる、銅像なわけよね。で、その金色夜叉に、あの、出てくる場面の一節であって、決して、日本人は、なんだ、女性に対してね、男性が暴力を振るうっていうのをね、推奨しているわけではないよっていう、なんか、英語かなんかの説明がね、書かれてるらしい。そうなんだと思ってさ。なんでそんなもん銅像にしたんだろうね、そもそもね、みたいなね、感じがあるよなっていうのを、ちょっと今なんか読んでて思い出した。なんだ、金色夜叉ってどういう話よ、みたいな。なんか説明してくれてたんだよ、添乗員さんがさ。の、その男性蹴飛ばしてる男性の方が、あの、いいなずけで、その女性ね、蹴飛ばしてる女性と結婚する予定だったんだけど、その女性の方がダイヤモンドに目がくらんで、富豪かなんかの人と別の人と要は結婚しちゃうっていうので、でね、あなたのことをね、恨みますみたいなことを、そういうやりとりね、その蹴飛ばすみたいなやりとりがあった舞台らしいんだよね、その熱海がね。で、それで銅像が立ってるらしいんだけどさ。でね、まあそのなんだ、裏切られて、その女性にね、まあ、逆恨みっていうのかな、して、ね、暴力を振るうっていうのは、それはどういうことなのかな、なんてふうにさ、思ってたわけよ。それをさ、解決する方法は、なんか、どうするのかな、ね、どういう方法があるかな、なんてさ、なんかそんな話を聞きながらさ、思ってたわけよね。それがだからほら、今読んでた文章消しちゃったな。どこだったっけ、なんかあったなと思ってさ。どうだったっけ逆位置で、過剰アドバイス。競合と対抗するよりも、競合しないで済む方法ね。そう、競合しないで。だから、なんだろう、その相手に対して、期待しちゃいけないんだよね。人に期待するからいけないんだよね。人に期待した自分がいけないわけよ。要は期待は自分の、欲なわけじゃんか。相手がこうなったらいいなっていうコントロールの自分のさ、勝手な欲なわけだからね。相手に期待したこと自体がそもそも間違いなんだけどね。まあね、そういうこともあるか、みたいな。ことを考えてたかな。なので、まあね、その時はイラッとは、まあするんだろうけど、まあ冷静になって考えてみるとだよ。その相手に対して期待してた自分に原因があるんでな。で、まあそうやって縁がなかったっていうことなんだよ、要はさ。だからそれが一番いい、そのことからはいいことしか起きないね。それが一番いい結果だったんだけどな、なんて思いつつ、なんか銅像あったから、一応見てみたみたいな感じだったかな。ピヨンさん、ここ10年以上映画見てないな。じゃあ、すずめの戸締まりも見てないな。
すずめの戸締まりも見てないな。すずめの戸締まりようやく見たんだけどさ、そう、それでなんか岡田敏夫かなんかのショート動画が出てきてさ、これはないわ、みたいな話だったわけよ。で、どうしたどうしたと思って。ね、進めるわけじゃないんだと思ってさ、これはないなとか言ってる動画だったからさ、なんだろうなと思ってたけどね。で、まあ確かに私もさ、新海誠さんの映画はさ、最初、なんだっけ、天気の子じゃなくて、君の名はか。君の名はをさ、見たときにさ、あの、最後までね、ストーリーを描いちゃうじゃんか。この先はね、見てる人のね、想像にお任せしますっていうエンディングにしてくれたらよかったのにと思ったのにさ、最後までエンディングを描いちゃうところが、なんかちょっと興ざめっていうのかな。なんかもう、そこまで描くのみたいな感じのところがあったんで、だからまあそういうね、なんかそういうふうに感じるところがね、この映画にもあったのかななんて思って、その岡田敏夫のさ、ショート動画見てみたら、そのね、すずめの戸締まりにさ、猫が出てくるわけよね。猫キャラが出てくるわけよね。で、まあ、猫なのは、ただ新海誠さんが猫が好きだからっていうのでね、猫キャラにしてるだけみたいなんだけどさ、でもそんなね、大好きな猫がよ、最終的にね、なんか、僕が要石になるよみたいな感じでさ、またね、石の姿に戻るところがさ、ね、最終、本当はっていうか、その前に、自分の好きな人が要石になってたわけよね。で、それを助けるために、他の代わりの要石が必要なわけじゃんか。で、それがもともとね、要石になってた猫がね、要石から猫になったんだけど、それがもう一回要石に戻るよ、僕が要石に戻るよっていうシーンがさ、もう全然普通なところが、これはないわっていう感じだったらしくて、ああ、わかるわかる、私もそうだった。そう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 、そこっていう感じだったんだけどさ、そっか、同じだ、みたいなね、感じだった。っていうのがあった。ピヨンさんが読んだ。タヌコさん、テルマルイーズが好きですね。それ映画テルマルイーズっていう映画があるの。どういう映画なんだろうな。テルマエロマエじゃないんだな。テルマ、やっぱりテルマエロマエが出てきちゃうな。テルマ、アンドってどこアンドがわかんない。アンドルイズ出た。もう一つのエンディング。テルマルイーズっていう映画かな。女性二人の冒険と友情を描き、女性版アメリカンニューシネマと、評されたコリドー・スコット、渾身のロードムービー。その続きがない。平凡な主婦、テルマが、友人のウェイトレス、ルイーズと共にドライブに出かけた。途中のドライブインでテルマが見知らぬ男たちにレイプされそうになったとき、ルイーズは男たちを殺殺してしまう。二人はそのまま銀行強盗をして、逃避行に移るが、二人の女性の日常から転落していく様を描いたバイオレンス。バイオレンスなのか。バイオレンス
好きだったんだな。意外とな。さすが、G を素手で掴んで、耳が可愛くた。くーた、何その格好、かわいいな。おい、くーちゃん。まちゃんは見てくれたね。くーたは絶対こっち見ないね。なんだよ。スフィンクスみたいな感じになってるよ。両手伸ばしてな。光っちゃって。光っちゃって。あれねえ、なんかいろんな機能がいろんな機能が増えるよね。なんかこのさ、時計の文字もさ、いつの間に後ろのゆりたんがさ、前に出てきてるっていうの、もうこの時計の数字よりもさ、後ろの壁紙のゆりたんがさ、前に出てきてるね。すげえなと思ってな、いろんな機能な。あ、いつの間にか目を離した隙にまた出てないな。田中さん、はい、映画です。若い頃の、ブラピ出てます。そうなんだ。ピヨンさん、最後に見たのは、ソーシャルネットワーク。あ、ソーシャルネットワーク、結局、見たっけな、見てない気がするな。タヌコさん、かわいい。ピヨンさん、かわいいね。かわいいよね。手伸ばしちゃって。スフィンクス、そう。スフィンクスってそういえばさ、なんだっけ、こういう現象、なんていうんだっけ、ドッペルゲンガーじゃなくて、ドッペルゲンガーじゃなくて、なんだっけ、なんか、ほら、記憶だとさ、スフィンクスってこう座ってたと思うんだよね、私の記憶だと。まあ、私ぐらいの年代の人の記憶だとさ、スフィンクスってこう、肘をこう曲げて、寝てそんな長くなかったと思うんだよね。で、座ってたっていう記憶があるんだけどさ、今スフィンクスってさ、手伸びてんだよね、今のクータみたいにさ。手伸びてすげえ手長いんだよね。で、あれみたいなさ。だからスフィンクスって何種類かいるんだと思ってたんだよね。こうやって座ってるやつと、こうやって座ってるやつといて、で、映してるスフィンクスが違うのかなと思ってたんだけど、なんかそうじゃなくてさ、ポケモンのピカチュウかあれ、ピカチュウってポケモンじゃないんだっけ違ったっけ。なんかポケモンのピカチュウの尻尾もさ、なんか記憶の中だと尻尾の先黒くなってた気がするんだけどさ、なんか本当は尻尾黒くないらしいんだよね。えー、っていう、そういう現象。そういう現象なんていうんだっけ忘れたけどさ。ね、なんか最近そのスフィンクスが、ね、記憶だとこうだけど、実際はこうだっていうのを聞いて、ってなったのがね、ございました。はい。というわけで、本日も竹の間ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ、11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目標は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の可愛いな。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。タヌコさん、ソーシャルネットワークは
Facebook 作った人、あ、そうそうそうね。そう、だから、なんかおすすめっていうわけではないけど、そのね、Facebook 作った人の動画じゃない、映画だからね、見たらいいかもみたいに勧められたことがあった気がしたけど、結局見てないななんて思ってさ、ちゅうわけで、えーっと、見てくれてありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい、いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。